老子ども放棄不穏の企てあり、心筋を悩まされ候ことに候。泉統治滞在、陳部これあり候よう、おぼしめし候うこと。はいどうも皆さんこんにちは。今回は島津久光と寺田屋事件についてお話ししていきます。今回の動画で扱うあたりから雄藩と呼ばれる勢力の強い藩が政治の世界に進出してくるようになっていきます。特にこの頃目立つようになってきたのが薩摩藩と長州藩です。彼らは公武合体を進める幕府と朝廷の間に介入し、政治的な発言権を持とうとしていきました。前回の動画で長州藩の公武合体運動は見てきましたが、結局身動きが取れなくなって終わっています。ということで早速薩摩藩の公武合体運動について見ていきましょう。薩摩藩というのは現在の鹿児島県あたりを本拠地としていた藩です。この時の藩主は島津忠義。しかし忠義は飾りの藩主で、実際に政治を行っていたのは父の久光という状況でした。この時の島津久光は藩主の父として政治の実権を握っていたこともあり、国父と称されています。そんな島津久光は幕府権威の失墜を見て、もはや幕府は修復不可能だ、今の幕府には任せていられないと考えるようになっていきます。こうして島津久光は政治に介入し始めるのです。久光の構想はこうでした。今の幕府の失態は旧南紀派によって引き起こされた。幕府の人事を一新し、旧一橋派を幕府の中心に据えるべきだと考えたのです。しかし島津家は外様の大名です。政治に口出しすることはできません。ということで島津久光は釘に接触して朝廷を動かすことで幕府に政治改革を要求しようと考えました。つまり朝廷の権威と薩摩藩の武力、それらを合わせて幕府に圧力をかけ要求を通そうとしたのです。こうして島津久光は朝廷工作を開始、自分の計画実行に向けて動き始めます。このような中、薩摩藩に呼び戻されたのが西郷隆盛でした。今呼び戻されたと言いましたが、この時の西郷隆盛は安政の大国の影響で島流しにされているところでした。しかし大久保利通らの働きかけもあって島津久光は西郷隆盛を薩摩に呼び戻したのです。計画には中央情勢に詳しい西郷が必要だ、そう考えたのでしょう。そんな西郷隆盛は現在の状況を聞かされて、薩摩藩の単独行動では不可能だ、詰めが甘いと久光の計画に反対。西郷は島津久光に対して、あなたは田舎者だから事情が分かっていない、この計画は不可能だと言い放ちました。確かに島津久光は鹿児島で生まれ育ったため、江戸で育った成明のように幅広いコネを持っていたわけではありません。しかし西郷が島流しになっている間に事情が変わっていたことも事実です。久光と西郷の関係は良くない状態になっていきました。結局西郷隆盛は久光よりも先に出発し、下関で待機するように命じられます。その後で島津久光が出発し、薩摩藩が京都へと進出していくのです。一方この頃京都や江戸では尊王攘夷派と呼ばれる人々が政治活動を行っていました。彼らについては次の動画で詳しくお話ししますので、今回の動画では天皇の意思を尊重して外国を打ち払うといって過激な活動を行っている人々ということだと考えておいてください。過激な活動というのはどんな活動かというと、横浜で商売をしている外国人を切り殺したり、外国の公使館を襲撃してそこにいる外国人を切り殺したりという活動です。武力によって政治的な活動を行っているという点では、現代でいうところのテロリストに相当する人々でしょう。島津久光が目指した京都というのは、そのような過激派がたくさんいる場所でした。島津が兵を引き連れて京都に向かってきているという情報を聞いた尊王攘夷派の人々は、島津が我々に味方してくれると勘違い。こうして興奮した尊王攘夷派が諸国から京都や大阪に大集合するという事態に発展していきます。しかしもちろんですが、久光が目指しているのは尊王攘夷ではありません。公武合体です。京都と大阪が不穏な状況に陥った。これを聞いた西郷隆盛は尊王攘夷派の爆発を止めようとして下関を出発。しかしこれは久光の待機命令を無視したことになります。激怒した久光は西郷を捕まえて、
西郷は再び島流しにされてしまいました。こうして島津久光は京都へと到着。京都の藩邸に入った久光は朝廷から過激な尊王攘夷派の鎮圧を命じられます。この頃関西に集結していた尊王攘夷派はどうしていたかというと、京都の南にある伏見へと移動して時の関白を襲撃し、行動開始の先駆けになろうと計画していました。島津久光としてはまずいです。彼らを鎮圧しなければなりません。こうして島津久光は伏見へと薩摩藩士を送り込みます。尊王攘夷派の潜伏先は伏見の寺田屋。こうして起きたのが寺田屋事件です。島津久光によって派遣された鎮圧部隊は寺田屋に到着。しかし彼らは気が重かったことでしょう。なぜなら今から鎮圧する尊王攘夷派の中には薩摩藩出身の友達が多数いたからです。以前お話しした清中組、それは2つに分裂してしまい、島津久光に従った大久保利通らとは別に尊王攘夷派としての道を歩んだ有馬新七のようなメンバーもいました。彼らがこの寺田屋で関白襲撃計画に参加していたのでした。鎮圧部隊は必死にひとまず落ち着いてくれと説得しましたが、尊王攘夷派は説得に応じようとしません。もう行かなければならないと答えた尊王攘夷派に対して、鎮圧部隊の中の一人が殿の命令に背いても行かなければならないのかと怒鳴ると、殿の命令でも仕方がないと言い返しました。この言い合いをきっかけとして薩摩藩士同士の乱闘が開始。同じ釜の飯を食った者同士で殺し合いになってしまいます。この寺田屋事件によって薩摩藩内部の過激派6名が死亡、3名が自刃、その他の過激派も捕まって謹慎を命じられました。こうして島津久光は尊王攘夷派の勢力とは方針が異なることを行動で示したのです。さて、島津久光のゴールはここではありません。彼が目指したのは朝廷を動かして幕府を改革することです。過激派を鎮圧し終わった島津久光は朝廷に働きかけて幕府の改革を要求しました。これを受けて朝廷は島津久光の意見に賛成、勅使を江戸に送るのです。その護衛として島津久光も兵を従えて江戸へと向かい、幕府に対して改革を要求します。こうして幕府に要求されたことは3つありました。1つ目が将軍が大名を率いて京都に行き、国の方針を話し合う。2つ目が海に面した薩摩、長州、土佐、仙台、加賀藩を五大老として国政に参加させる。3つ目が一橋慶喜に将軍を補佐させて松平春嶽を大老にするという要求です。この朝廷の力を借りた久光の行動により、一橋慶喜は将軍後見職、松平春嶽は政治総裁職に就任。慶喜と春嶽によって幕政改革が行われていきます。このようにして薩摩藩は幕府の政治に介入していくようになったのです。さて、いかがだったでしょうか。こうして薩摩藩の政治介入によって一橋慶喜と松平春嶽が幕府の中枢に据えられました。旧一橋派が復権した形ですね。島津久光は人事を一新することによってこの状況は解決できると思っていたのでしょう。しかしそう簡単に解決されないのが幕末の政治情勢です。ということで次の動画では尊王攘夷と長州土佐の台頭についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。